こんにちは、ばあばです。今日はこの福鶴という可愛らしい折り鶴の作り方をご紹介します。このように羽の形がふっくらとした普通の折り鶴とはちょっと形の違った可愛らしい鶴です。通常の15センチ四方の折り紙で折っていますが、同じ15センチ四方の折り紙で折った最も伝統的な鶴の折り方がこちらで、今回ご紹介する福鶴はこのような形です。羽のふっくらした形が特徴で、ここに紙の裏と表両方の色が出てくるので、さらに可愛らしい見栄えに仕上がります。では早速作っていきましょう。用意するのは15センチ四方の折り紙が1枚です。まず鶴のこの上の面に出したい色を上に置いて、この羽の下の部分に出していきたい色を裏になるように置きます。まず縦と横それぞれ半分に折って折り筋をつけます。向きを変えて三角形にも縦と横半分に折って折り筋をつけます。そして4つの角それぞれ中心に合わせております。このように角を中心にぴったり合わせております。このように折れたら、この角と角を結ぶ斜めの中心の線が山折りになるように、このように三角形に半分に折ります。そして三角形になった長い縁が上で角が下になるようにこのような向きで置いて、縦半分のところで片側をこのように立ち上げて、中を指を入れるようにして広げて、今ついている折り筋通りにこのように四角形に広げております。裏返してこちらもこの部分を一度上に立ち上げて、中を広げて指を入れるようにして広げながら、折り筋通りにこのように四角形に折ります。今このように開いている方が自分の方に向いて、閉じている角が上になるような向きで置かれています。次は下の縁がそれぞれ中心に合うように折ります。2枚重なっていますが、上の1枚だけをこのように折ります。そしてこの角と角を結ぶ線で上の角を下に折り下げます。開きます。下も開きます。そして下の角の一番上の1枚だけをこのように上に持ち上げるようにして、今つけた折り筋通りに
このように縦長に広げております。裏返します。こちらも同じように下の縁を中心に合わせて折って、そして角と角を結ぶ線で上の角を下に一度折り下げて、広げてから下の角を上に持ち上げるようにして、今つけた折り筋通りに縦長にこのように広げております。そして今このように中心が開いている方が下で閉じている方が上になってこのような向きで置いてありますが、この状態でこの裏の部分を見て、この裏に折り込まれているこの紙を上の1枚をこのように外側に引っ張り出して広げてきます。こちらも同じように裏側に折り込まれている1枚の紙をこのように横に引っ張り出してこのように広げてきます。まず片側の部分、今広げた片側を反対側に一度倒して、そしてこの斜めの折り筋で外側の縁をこのように内側に折り込んで、この角から伸びているこの斜めの折り筋が谷折りになるように折って、下の部分もこのように内側に折り込みます。ここまで折れたら元通りの位置にこのように倒しておきます。反対側も同じように折っていきます。まず反対側に一度倒して、この斜めの折り筋で内側に折って、この角から伸びる斜めの折り筋が谷折りになるように下の部分もこのように内側に折ります。元の位置に戻します。裏返して、こちらの面でも今と同じように折っていきます。まずこの裏に折りたたまれている1枚を外側に引っ張り出すように広げて、反対側に倒して、このように内側に折りたたんで元の位置に戻します。こちらも同じように折っていきます。ここまで折れたら次は下の縁がそれぞれ中心に合うように折ります。まず一番上の1枚だけこのように内側に折ります。そして一度今折った部分を反対側に倒しておいて、この下の部分も同じように内側に折っていきます。外側の縁が中心に合うように折って元に戻します。こちらも同じように一度上の部分を反対に倒して
この裏側の1枚も縁が中心に合うようにこのように折ってこの部分は元に戻します。裏返してこちらも同じように折ります。まず一番上の1枚をそれぞれ縁を中心に合わせて折ってそして裏も同じように縁を中心に合わせて折ります。はい、次はこの下に出ている今この2つの角が片方が頭片方がつるの尾の部分になってきます。この横の中心をこのように軽く広げて下の角を上に持ち上げるようにちょうどこの中心の位置から角を上に持ち上げるようにしてこの持ち上げた部分のこの中心の折り筋が山折りになるように折ってちょうどこの2枚紙が重なっていますが2枚一緒に山折りになるように半分に折ってこのように中割り折りをしていきます。普通の伝統的な折り鶴の頭と尾の作り方と折り方は一緒になります。こちらも同じように中心を一度このように広げて下の角を持ち上げてこの縦の折り筋が山折りになるように折って中割り折りをしていきます。ちょうどこの折り上げた角のこの外の縁とこの手前のここの縁の位置が重なるぐらいにバランスを見て折るといいと思います。どちらでもいいのですが今折り上げた中割り折りをした角の片方が頭になるのでこの頭の部分を2枚一緒にさらに中割り折りをして頭の部分にしていきます。一度先端をこのように広げて今度は中心のこの折り筋が谷折りになるように中割り折りをします。これで鶴の頭ができました。今度はこの両方の羽を広げていきます。羽も2枚重なっていますが2枚一緒にこのように指で挟むように持って外側にぐーっと広げるようにしてこの鶴の背中の部分ここを丸くしていきます。はい、これで羽が広がりました。今ちょうど普通の折り鶴と同じような形に仕上がっています。これからこの羽の部分を丸みを持たせて形を作っていきます。この裏を見てこの裏の部分ここがちょうど隙間があって中が広がるようになっています。この下の隙間から指を入れるようにして羽を膨らませていきます。ちょうどこの
ここに折り目があります。この斜めの折り目に合わせて、このように外側に羽を広げるように、谷折りの折り目をつけるように広げていくと、きれいに丸みを帯びた羽に仕上がってきます。両方とも同じように羽を膨らませていきます。下から指を入れるようにして、このように広げて、ちょうどこの折り目の位置からしっかり広げるようにするとバランスよく膨らみます。はい、このように羽がふっくらと広がったら、これで福鶴の完成です。一瞬普通の折り鶴かなと見えるのですが、よく見ると羽の部分がこのようにふっくらとして、裏と表両方の色が出てきて、ちょっと人目を引く可愛らしい鶴に仕上がっています。今折ったみたいに片面が色の折り紙で折ると、このように片方に白の色が出て、このような感じに仕上がります。最初に見本でお見せしたように、両面折り紙を使うとこのように2色の色が出るので、とても可愛らしい個性的な鶴に仕上がります。この前ばあばの家で初めてこの鶴を見た人が、この鶴は2枚の折り紙を重ねて折っているのかと思ったみたいです。どうやって作ったのかちょっと不思議だったみたいです。羽がふっくらしたとても可愛らしいこの福鶴、お部屋の飾りにちょっと置いておくのも素敵ですし、プレゼントなどでちょっと渡すのもとても喜ばれると思います。通常の折り鶴ではつまらないな、変わった鶴が作りたいなと思った時にも気軽に作ってもらえる鶴です。ぜひ作ってみてください。この福鶴素敵だな、作ってみたいなと思ってくれたら、ぜひ下のいいねボタンを押していってくださいね。福鶴作ったよという報告もぜひコメント欄に書いてください。待ってます。